GQ ジャパンをご覧の皆さん、どうもこんにちは、久保田久美です。10エッセンシャルズ、私にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介したいと思います。いきましょう。最初のアイテムはこちらです。任天堂スイッチでございます。倖田來未になってからはもうほとんどゲームっていうのもしなかったんですけど、コロナ禍に入って、家族と過ごす時間が増えた時に息子の会話に全然入っていけなかったっていう。やっぱ家族ともっとコミュニケーションを取ったり一緒に何かをやるみたいなこと家の中でそういえばなかったなとか思って、一緒にあつ森やったりとかフォートナイトやったりとか、それこそうちのお母さん、息子からしたらおばあちゃんに当たるんですけど、お母さんもやってて、なんなら毎晩員のうちのおかんかなっていうぐらいいるんですけど、家族と通信しながら今日こんなことあってんって話をしたりとか、家族との本当団らんの時間でもそうですし、なかなかわざわざ電話しない友達にもゲームの中でお話をしたりなんかして、いいコミュニケーションツールとして使わせていただいております。続いてのアイテムは VR です。これで何をしてるかと言いますと、私自身運動が本当にとってもお嫌いで、少しでも動いた方がいいっていうことで、息子に誘われまして、でこれをつけて、ビートセーバーっていうですね要はスター・ウォーズの剣みたいな、それでどんどん音楽のブロックを切っていくっていう、遊びがあるんですけど、それで音楽に合わせてリズムに合わせて切ったりわーっとかやってるとちょっと汗出ます。ということで、私は少しでも運動してる気持ちになれるんで、これをつけてですね、運動するんですけど、ズズズズ避けたりもするやつとかもあるんですよ。こうやってこの VR を通したそのライブ鑑賞、それこそもう客席の1列目で見ているかのような、そういう時代がきっと来るんだろうな、来たら楽しいだろうなって、それこそ大好きなプロレスとかそういうのを間近で、選手の間近でこうやって見れたらすごい楽しくなっていくんだろうなって。だからこれから本当 VR がどれだけ進化していくのか、私はすごく楽しみですね。もう可能性でしかない。続いてのアイテムはヴィンテージの T シャツです。ライブに行くことが多くて、ほとんどこれ現地で買ったものなんですけど、去年かロラパルーザにフランスで行かせていただいた時に、それこそ ASAP やったりとかね、うちの旦那さんがすごい古着というかヴィンテージ T シャツを集めるのが大好きなんで、連れて行ってもらった時に、ロラパルーザの1991年かっこいいと思って、でそれでここでちょっと私はハマってしまいましてね、旦那さんと初めてデートで行ったライブリンプビズキットやったなとか、自分の当時の思い出を反映させながら、こういうヴィンテージの T シャツを見つけていくわけですよ。でこれとかはサマージャムの1997年、これビギーなんですけど、ビギーがお亡くなりになって、当時確かリル・キムと付き合ってるとかね、それこそもう出てるメンツ、リル・キムがいたりとか、メアリー・ジェ・ブライジがいたり、ウータン・クラウンいたりとか、バウダディでとんでもないメンバーがこのライブには出てたわけでございますよ。でこれ分かんないですけど、このウータンクラウンのこのロゴが確かクラウンのKが多分 C ですよね。クラウンってね、ウータンクラウン違います？これあれミスプリントかなとか、わざとやったんかなとか、そういうのを考えるのがちょっと楽しくなってきちゃって、でこのリンプビズキットのね T シャツ、思い出の T シャツなんですけど、これ着てて家でちょっとブリーチしてたんですよね。服着たままブリーチしちゃって、ブワッて脱いだ時にブリーチ剤がついちゃって、その時は気にしなくて、ついたとかついてへんとか、もう気づいたらブワー色落ちしちゃってて、やばいと思って、これ私のじゃなかったから旦那さんに「うわごめん」って、めっちゃついたって言って「うわ最悪」って言われたけど、もう結構味出たし、このデザインは倖田來未プレゼンツってことで、これはここにしかないから、これがヴィンテージの良さやって前向きにこの汚れを受け取るっていう、そんなね楽しみ方もねヴィンテージにはあるっていうね。続いてのアイテムはヒールです。身長が154センチの身長なんですが、もうちょっと身長が欲しい、衣装を着る時もそうですけど、スッとねかっこよく着こなしたいということがあって、だいたい13センチぐらいの、ヒールをプライベートでも使わせていただいていると。でだいたい2016年ぐらいまでこのヒールのデザインで、もう今は売ってないデザインだったりもするので、すごく大切に使わせていただいておりますね。
この13センチのヒールはもう絶対倖田來未にとってはもうこれはもう絶対もうライブもこれでやってたりもしますから、この高さが一番私のちょうど今の筋肉には合っていると。プライベートの時はもちろんねスニーカー履いたりする時もありますけど、ちょっと今日は倖田來未として行かなきゃいけないなっていう時なんかはこの子も使わせていただくことも多いんですけど、こう本当にだからこの子たちを履いてお出かけする時はすごくこう胸がスッとねこう引き上がる、背筋がピンとなるようなこの反り上がりがやっぱこのぐらい反ってんのが倖田來未っぽいんですよね。続いてのアイテムはこちらです。倖田來未のコスメグッズという感じなんですが、だから私すっごい唇がもともと真っ赤なんですよね。で赤すぎて唇がこう邪魔するっていうか、メイクがバーッと仕上がってきた時に一回唇を抑えるというか、最近使ってるのはこのメイビリンのコンシーラーなんですけど、上がこう綿みたいになってて、でこうポンポンポンって唇につけて一回ベージュにしてフラットにする。で唇をなくした時に目もっと強いかなとかちょっとここのラインが弱いかなっていうのを確認する、メイクチェックする時に必ずですね、コンシーラーで唇の色を落とします。これ実はねアイシャドウなんですよ。これってどうしてもやっぱりこう歌を歌ったりマイクを使ったりそれこそ飲み物を飲んだりするとやっぱ落ちてきちゃうんですよ。でアイシャドウをちょっと口にピャーって塗ってみたらすごくいい感じに唇の色が抑えられたんで、最近はだからこれがウォータープルーフなんでライブしてても唇が落ちることがないんで、このシリーズはすごくメイクアップフォーエバーのスモーキーシャドウで、やっぱ目ですね。自分を可愛く見せたいっていう思いから作ったカラーコンタクト、このラベルっていうシリーズを自分で発売するようになったんですけど、今日はバブルギャラクシーっていうですね、光浴びるとキラキラするラメが入ったコンタクトになるんですけど、すっぴんでも似合うカラーコンタクトとか結構キャットアイに仕上がるカラーコンもたくさんあって、やっぱり自分のこう顔を好きになるには自分が何が合うのかっていうのをすごく見つけ出すっていうのはすごくそういう努力っていうのは大事なのかなって、自分の顔にはこう納得せず追求し続けてる日々でございます。次のアイテムはマイクです。いろいろ手話とかゴッパーとかいろいろこうライブで使わせていただいてて、こだわりがそんなになかったんですよ。っていう中で、割とボトムが重い声をしているので、それを軽くというか持ち上げてですね抜ける声にしてくれるのが私はこのゼンハイザーのマイクなんじゃないのかなっていうことで、衣装に合わせて黒と白のマイクを使わせていただいてるんですけども、長らくこれお世話になっているマイクなんですが、倖田來未の武器って何なのって言われた時に私は声やと思う。じゃあ自分の声を届けるものなのになぜこだわりを持たないっていうところにバッとこう私は疑問を持ちまして、レコーディングの時で言うといつもこうスタジオさんに借りてレコーディングをしてたんですが、今日めっちゃいい声出てる、今日のマイクめっちゃいいっていう風に思うことがありまして、そのマイクがこのテレフォン源だったんですよね。イヤモニですね。実はねここにね日にちが刻印されております。これなんでこういう日にちで出るかというと、体調とか太ってしまったりとかやっぱりどうしても骨格って変わるんですよね。定期的にイヤモニが合わなくなると、作り直すっていうことが倖田來未多かったりしますね。こうキラキラにしたり衣装でねキラキラにしたりとかして。続いてのアイテムはこちらダンボのドーナツです。とにかく食べるのが大好きで、デビュー当時ねオーディションでこの世界に入ったんですが、受かったことをいいことに8キロ太ってしまいまして、どんどんダイエットしていくんですが、基本的には本当アイラブカロリー、血糖値上げていかないとテンションも上がってこないので、どうせ上げるなら美味しいもんであげたい。これラズベリーとかも美味しいんですけど、プレーンが割と一番王道で美味しかったりはするんですが、もっとカロリーっていうところでチョコレートがもうふんだんにかかってるこのチョコレートマシュマロ、これがもう本当にみんなに食べてほしい。ライブ前とかはこういうものは食べないようにはしてるんですけど、やっぱ自分自身テンション下がってしまうといいものが作れないっていう考え方なんで、今日はいいよねって言いながらマネージャーさんに買ってきてもらって食べたりとか、やっぱりライブ前は露出の多いファッションが多いので、やっぱ3週間ぐらいダイエットするんですよね。もう昔は1週間あれば体重落ちたんですよ。35、6ぐらいから結構時間かけないと痩せなくなってきて、それで今3週間、私ジムとか大嫌いなんでストレッチしかしない、もう呼吸してストレッチをするってことしかしないんですけど、でそれを毎日続けてるからこそ本番前にいいんじゃないっていうご褒美。めっちゃいい匂いだけで山ほどの砂糖。続いてのアイテムは私にとって元気の出るドリンクです。いや
やこれ美味しいんですよ。今飲ませていただいたのがこちらなんですが、オーガニックコーディアルっていうね、エルダーフラワーマスカットの酵素になるんですけど、とにかく私結構便秘で、とにかく胃腸の環境を良くするっていうところから、美味しくないもんでちょっと頑張るのは続かないんで、美味しいのなんかないかなと思って見つけたのがこの子。体の中から、健康になっていかないと、やっぱりなかなか胃腸関係ってなかなか難しかったりとかして、元気も出なくなるんですよね、なんか胃腸の調子が悪いと。で最近出会ったんですけど、これもう今日撮影があるから、もうとにかく昨日ちょっと塩気の強いもの食べ過ぎたななんていう時は朝一でこれキレートレモンのむくみ、ほんと個人の感想ですが、結構なんかむくんでたのが取れるような気がして、でこれはココナッツウォーターなんですけど、とにかく自分の免疫力を下げてはいけないっていうところで、このココナッツウォーターには抗酸化作用っていうのがたくさん含まれているので、この3年割と毎日のように飲ませていただいてるんですけど、お守りのようにココナッツウォーターは飲ませていただいております。続いてのアイテムはこちら、ガウンです。割と体のラインが出るものやったりとか、露出の多いファッションをすることが多いんですよね。そうなんですけど、実は割と寒がりなところがありまして、羽織ってて倖田來未のテンションが上がるスイッチが入るものがいいなって思って、このバーバリーのやつなんかは実はアウター、ドレスでも着物でも何でも入るような形をしてたので、私それこそもう高校生の時なんかはやっぱバーバリーを制服にね、マフラーでつけたくて当時チェック柄とかモノグラムみたいな、そういうのが割とガラガラガラみたいなのが結構ね、やっぱ当時ものすごく流行ってて、なんかいまだにガラガラガラとかが好きなのはやっぱり世代があるのかななんて改めて思ったりもしてて、やっぱりベルサーチを着ると気分上がるよね。自分自身が一番倖田來未としてのコンディションを整えるというか、倖田來未へのプレゼントをした15周年のお祝いのバスローブでございました。続いてのアイテムはプロジェクターです。こちらですね、アンカのネビュラっていうシリーズのものなんですけど、こんなにちっちゃいのにめちゃくちゃいい仕事してくれるんですよ。音もいいんですよ。自宅のベッドルームがちょうど天井が斜めになってるんで、そこに当てて寝転びながらね、映画を楽しんだりネットフリックス見たり家で過ごすんですが、やっぱライブに行くとホテルで一人寂しいみたいな、あんなにたくさんの方と過ごしてたのに急に一人ぼっちみたいな、なんかそういう風に思うのがすごく寂しくなっちゃうんで、自宅のようにもう寝転がしてホテルの天井にですね映し出して、そのまま寝落ちするっていう。いかがだったでしょうか。愛する10個のアイテム、皆さんに知っていただけたので本当に嬉しく思います。10エッセンシャルズ倖田來未でした。